今日はスパイスと鶏肉の旨味にミントの爽やかさをたっぷりとバスマティライスに閉じ込めて炊くチキンプラオを作ります。以前ご紹介したベジプラオのノンベジバージョンです。フライパン一つで生米から炊くチキンプラオはチキンビリヤニとはまたちょっと違った美味しさで、作る工程も少ないのにお店のような味に仕上がるのでおすすめです。米の一粒一粒に味が染み渡り、口に運ぶと濃厚な旨味がじんわりと広がるチキンプラオ。異国のスパイスが織りなす芳醇な香りと味わいがあなたの食卓をエキゾチックな空間へと誘うことでしょう。では早速作っていきましょう。ご紹介する分量は 4,5 人分です。まず最初に鶏肉をマリネします。ヨーグルトには鶏肉を柔らかくする効果もあるので、前日の夜か最低でも作る30分前に鶏肉をマリネします。そのマリネ作りにはプレーンヨーグルトが必須です。ヒンディー語でダヒと呼ばれるヨーグルトは意外にもインド料理によく使われる材料なんです。私も最初の頃、カレーにヨーグルトを入れるという感覚がなかったので半信半疑で使っていましたが、今となっては常に冷蔵庫にあるほどよく使います。そのプレーンヨーグルトを大さじ5、ボウルに入れたら、ターメリックパウダー小さじ3分の1、クミンパウダー小さじ1、コリアンダーパウダー小さじ 1.5、レッドチリパウダー小さじ1、色付けにパプリカパウダー小さじ1、チキンカレーマサラを小さじ2、そして塩を小さじ1と4分の1加えて混ぜます。今回は6種類のパウダースパイスを配合していますが、辛味成分はチキンカレーマサラの中にも含まれていますので、あまり辛くしたくない方はレッドチリパウダーの量を減らしてみてくださいね。パプリカパウダーは仕上がりの色を良くするために使っているので、色にこだわらない場合は省略しても美味しくいただけます。次にすりおろしたニンニクと生姜をそれぞれ大さじ1加えます。そうしたらよく混ぜます。結構この混ぜるというのもささっと混ぜて終わらせたい気持ちもあるんですが、意外にもしっかり丁寧に混ぜるのも大事だったりするんですよね。よく混ぜて味の偏りのないマリネ液をぜひ作ってみてくださいね。次にメインの手羽元10本を準備します。購入した1パックが10本だったので10本加えていますが、1人2から3本くらいあれば満足するのではないでしょうか。お肉の本数が多少前後してもスパイスの分量は変えなくて大丈夫です。そして今回は骨から出る旨味やコクのある手羽元を使っていますが、骨付きが食べづらい場合は鶏ももや鶏胸肉を一口大にカットして加えてくださいね。手羽元の中まで味と火が通りやすいようにキッチンバサミなどで骨の両サイドに切れ目を入れておきます。以前もお話ししたことがありますが、インドでは鶏皮は食べるという習慣がないため、夫も鶏皮を食べないんですよね。なので、カットできそうな余分な部分の鶏皮は最低限カットしてます。気にならない方は、もちろんそのまま大丈夫です。下準備ができたら、マリネ液に鶏肉を加え、まんべんなく鶏肉に染み渡るようにマッサージするかのようによく揉み込みます。そうしたら、ラップをして冷蔵庫で30分以上寝かせましょう。しっかり寝かせた分、美味しいチキンになってくれることでしょう。次はバスマティライスを準備します。バスマティライス2合、2カップ分をボウルに入れ、水の濁りがなくなるまで優しくすすぎ洗いします。そうしたら、水を多めに張って30分から40分浸水し、時間が来たらザルに上げて水を切っておきます。その間にベランダに行ってミントを摘んでこようと思います。チキンビリヤニにもミントがとってもよく合うというか、味の決め手のようなところもあるのですが、今はシーズン的にもミントが元気いっぱいに育っているので、摘心も兼ねて新芽を多めに拝借してきました。日本にはペパーミントやアップルミントなどいろいろありますが、昔からあるハッカを私は使っています。その方が清涼感が強くてシャープでスパイスに合う気がしています。水で汚れを落としたら、葉と新芽の柔らかい部分だけ取って刻んでおきます。刻むと、さらに清涼感たっぷりの良い香りが立ち込めて、料理中のテンションも上がるんですよね。
ミントが用意できないときは、コリアンダーリーフで作ることもありますよ。お好みで使い分けてみてくださいね。さあ、次は炒め作業です。温めたフライパンに油大さじ1とギー大さじ1を加えたら、ホールスパイスを加えます。7種類のホールスパイスを使います。ベイリーフ2枚、シナモン2かけ、ブラックカルダモン2つ、グリーンカルダモン5つ、クローブ6個、そしてメース1つにクミンシード小さじ1です。鉄のフライパンですとかなりの高温になるので、一旦弱火にして焦げすぎを予防します。スパイスの香りがふわっと上がってくるので、約30秒から1分炒めながらその香りを待ちます。スパイスの香りがしてきたら、玉ねぎ中サイズ1個をスライス切りして加えて炒めます。玉ねぎを加えたらフライパンからはみ出ない程度の強火で炒めます。約5分炒めると飴色の炒め玉ねぎに変化してきます。そうしたら細かめにカットした中サイズのトマト1個を加え1分ほど炒めます。そしてすりおろしたニンニクと生姜を各大さじ1ずつ加え、青唐辛子を3本縦に割るようにカットして加えて炒めます。さらに3分ほど炒めますよ。すりおろしたニンニクと生姜は鍋肌に張り付きやすいので、そうなった場合は水ちょい足ししながら炒めます。炒めていると玉ねぎ、トマトなどの個々の主張が消え、だんだん全体が一体化してきます。それを合図にマリネした鶏肉を加えます。鶏肉のマリネ液にしっかりパウダースパイスを加えているので、炒め玉ねぎにパウダースパイスを加える必要はありませんよ。ボウルに残ったマリネ液も残さずフライパンに入れます。そうしたら全体をよく混ざったら蓋をし、グツグツと沸騰したらやや弱火にします。骨付きのお肉なので、約8分ほど火にかけます。時折かき混ぜて、水分が足りなく焦げそうな場合は水を加えます。今回はだいたい 80cc から 100cc ほど加えています。お使いの鍋や炒め具合によっても変わると思うので参考程度でお願いします。8分が経ちました。玉ねぎや鶏肉から水分が出てきて、さらに水分量も増えています。全体をかき混ぜて、この時点でスープを味見します。ここでちょっと塩っぱいと思うくらいが、お米と炊き上げた時にちょうど良い味になるので、塩気が足りなかったら足してくださいね。そうしたら、浸水して水を切っておいた生米の状態のバスマティライスを加え、全体をよく混ぜます。よく混ぜたら、水を足します。まず、元々のカレーの水分がだいたい何 cc フライパンに残っているかな、と想像します。そして、そのカレーの水分と、新たに足す水の量の合計が約 360cc になるように加えると、仕上がりのお米が硬すぎず、柔らかすぎず、ちょうど良い炊き込み具合に仕上がると思います。ベジプラオの時もお伝えしましたが、1合に対して水 180cc と考えていただくと、失敗なく炊けると思います。フライパンからこぼれないように全体を混ぜたら、刻んだミントの葉を少量残して残りを全部加えます。そして、蓋をして強火で沸騰を待ちます。沸騰したら、最大限の弱火にして、かき混ぜることなく、このまま15分火にかけ続けます。お米を炊くのに蒸気を逃したくないので、蓋を開けるのは最小限にとどめます。さあ、15分が経ちました。どうでしょう？お米を少し取って、芯までしっかり火が通っているか確認します。大丈夫そうですね。そうしたら、最後に残りのミントの葉とミニトマトをカットして加え、一緒に蒸らします。ミニトマトは完全にワンポイントのようなものですので、お好みで加えたり省略してみたりしてくださいね。そして、この時点で若干、水分が残っているように見えるかもしれませんが、この後蓋をしたまま約10分蒸らすと、水分の調整が勝手に整い、べちゃっとならずに仕上がるんです。お米にツヤも出てくるので、この蒸らし時間がまるで魔法のように美味しいプラオに導いてくれるんです。あと、10分待ったら、待ちに待ったチキンプラオの完成です。では、
最後の美味しい瞬間は映像と字幕でお楽しみくださいね。